はい、皆さんこんにちは。犬です。今回も技紹介シリーズ小手技参戦。また参戦。はい、これからはしばらく技紹介をやっていこうと思います。お楽しみください。で、今回は小手技また参戦なんですけど、小手にもいろいろあって、かっこいいもの、珍しいもの、難しいもの、いろいろありますが、まずは今回簡単だけど試合でよく決まる3つを選びました。では早速いってみましょう。試合で1本取ることと同じぐらい大事なのが当てることなんです。サムネイルにも書きましたが、小手って1本にならなくても当てられてるとすげえ嫌なんですよ。なんでこんな避けてんのに当ててこれんのみたいに焦ります。当てられると小手を意識するようになります。そうするともっとしっかり防がなきゃって意識になって面が開いてしまったり、とっさに動きが止まってしまったり、じっとしてたら打たれると思って狙ってないところで慌てて打っちゃったり、相手をその状態にできれば試合中相手を自分のペースに引き込めます。相手は実力が出し切れず、自分だけ持ってる力を発揮することができるっていうことです。技紹介に入る前に僕が小手打ち全般で意識していることを先にお話ししておきます。現時点で小手打ちに苦手意識がある方はここを見直すだけで改善できるかもしれません。簡単にポイントを3つお話しします。1つ目、飛ぶ距離。踏み込みは小さく、小手は面よりかなり近い位置にあるので踏み込みは小さくです。大きく踏み込む場合はそれに合わせて振りも大きくなってしまうので、小手にはあまり大きい踏み込みは向いてないことが多いかなと思います。技にもよるんですけどね。2つ目、体の寄せ。小手は近くてすぐに打ててちょんって打てるので、面を打つより打ち返されるような隙が少ないように思いますが、実は小手も打った後危なくて、小手を打った時の位置は相手から見ると面がとても打ちやすい位置になっています。頭がその瞬間だけ丸出しなんです。できるだけ早く体を寄せて相手に打たせないようにしましょう。踏み込みは小さくですが、その後マジで 100% のスピードで相手に体をガッと寄せます。そこまで寄せてしまえば相手は後打ちができません。大事なのは左足の引き付けと蹴りです。この映像を見ていただくと足がなんだかバタバタと動いていますが、これ必要な動きなんです。このぐらい一生懸命相手にくっつきに行きましょう。場合によっては面を避けながら自分の打った小手を決める必要があります。3つ目、最後まで相手から目を離さない。大技が来たり打ち終わりを狙ってきたり、くっついて安心した瞬間に打ってくることもあります。相手が変化してきた時に打たれないように反応できるようにしっかり相手を見続けておきましょう。では1つ目の技、押さえて小手。初心者の方は小手打つのに押さえるの？裏からじゃないの？って思うかもしれませんが、そうなんですよ。剣道では打ちたい場所の逆を攻めるっていうのはめちゃくちゃ有効なんです。これによって自分の力だけでなく相手の力を利用して楽に打つことができる。じゃあポイント紹介していきますね。1、相手の竹刀を抑える。竹刀を抑えると相手はこう考えます。崩された構えを元に戻さなきゃとか、なんか打たれる。相手の頭の中をこういう状態にできるのが抑えるメリットです。前回の動画面技3選でお話ししましたが、抑えて面が必修科目ですよって僕言ったと思うんですけど、それはこれが理由です。とにかく便利なんです。気づいている方もいるかと思いますが、抑えて面とこの抑えて小手組み合わせると超強力です。まだご覧になってない方はぜひ面技3選の動画もご覧ください。押さえて小手のイメージはいくつかあります。1、こっちが竹刀を押さえる。相手が押さえられた竹刀を押し返してくる。そこを打てる。2、
こっちが抑える。面打たれると思わせる。相手の手元が上がる、打てる。3、こっちが抑える。なんか打たれると思ってビビる。手元が上がる、打てる。この場合手元の上がり方がちょっと違くて、面を打たれるっていうふうに思われた場合は手元が大きく上に上がると思います。なんか打たれるって単にビビる場合は竹刀の先が横にずれてこう低い位置で手元が上がることが多いです。相手にこう思わせるっていうことを理解しておきましょう。技をうまく成功させるにはここを理解しておくっていうのがめちゃくちゃ大事なんです。上手に打つのは何度も練習すればできるようになります。でも相手がこう思うから手元が上がるとかこの技が当たるっていうのを理解しておかないとなかなかうまくいきます。ちなみに僕は1と3のイメージで使ってますね。竹刀を抑える強さはこのくらい。あんまり強く押さえすぎない。ポイントはギューってゆっくり押さえるんじゃなくてグッ瞬間です。その瞬間を6割から7割ぐらいの力で押さえましょう。ポイント2つ目、相手の竹刀の上を通すポイント。今お話ししたように瞬間グッ6割7割ぐらいの力で押さえたらすぐに力を抜きます。で相手は竹刀を元に戻したい、真ん中に戻したいので戻すように力を入れてきます。そこをこう張り合わないでしっかり戻させてあげます。もう一回言いますよ。瞬間グッと押さえたらすぐに力を抜いて相手に戻させてあげる。この戻ってくる竹刀の上を越えて打つわけなんですけど、この相手の戻ってくる竹刀を越える動作が振り上げ動作になる。なのでそこから自然に強く打てるっていうことになります。この動作も大きくなりすぎないように気をつけましょう。押さえて大きく回して打つ、これだと遅くなってしまうので、押さえたらそのまま打ちに行くとうまくいきます。勝手に相手が開けてくれるので。なので押さえ方が重要です。ゆっくりじゃなく瞬間的に押さえましょう。続いて下から小手。上からだけでなく下からも打てると小手打ちの技の幅が広がります。ぜひ打てるようにしておきましょう。ポイント2つあります。1つ目、竹刀の裏への回し方。下からの回し方、回し方っていうのが適切か分かりませんが、円を描くように打つか V 字に打つかがポイントになります。スピード感は似たような感じですが、あえて言うなら V 字の方がほんとちょっとですけどワンテンポ置くようなイメージです。 V 字の方が簡単だと思います。皆さんどうでしょう。まず自分のやりやすい方法を見つけてみてください。2、打ちの強さを出す。下から打つ場合、打ちの強さ、打突力を出しづらくなります。そのためにポイントは左手をしっかり握っておくこと。打ち始めから打ち終わって斬新までずっと打ち終わった後も握りを緩めないこと。それから踏み込みを強くする。意識的に強く踏み込むようにしましょう。打突を速くするには左足の引き付け、強くするには踏み込みです。手の力ではないですからね。こんな風に慣れるまでたくさん練習しましょう。下からの小手はデコ手などにも活かせるので、ぜひ身につけておきたい技の一つです。最後は面小手です。面をフェイントに使って避けたところを狙う技です。ポイント、これも2つあります。1つ目、本当に面が来るっていう風に思わせること。ここが肝です。これが思わせられないと手元が上がらないので、そもそも技が成立しません。逆に言えばここができればあとは当てるだけなので簡単です。小手を打つので入りすぎないように注意しましょう。入りすぎないんだけど面に来るって思わせる、ここを研究してみるといいと思います。面に打つと見せた時に
スムーズに小手を打てない体勢になってしまうと、面小手じゃなくて面バタバタ小手みたいな風になってうまくいかないので、そこのバランスも大事です。相手に本当に面に来るって思わせるような迫力と、そこから小手打ちにつなげやすい自分の体勢と、ここのバランスも大事になります。2つ目、リズムでつかみましょう。面小手のリズムですが、いろんなリズムがあって、タタン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 、これを使いこなしましょう。何でも速ければいいっていうわけではありません。相手のレベルや特徴に合わせなければいけません。速すぎると手元が上がらなかったりとか、反応の速い相手だったらタンタンじゃ遅いからタタンって打たないといけないとか、相手によって変える必要があります。こっちが対応していくんです。よく実力のある人でも初心者と試合をするのはやりにくいっていうのを聞きます。考え方を変えましょう。相手がやりにくいっていうせいにしちゃっては進歩がありません。努力して迎えた大会の1回戦、相手がやりにくかったら諦めますかっていう話ですね。負けてやりにくかったからしょうがないって言えますかっていう話です。そんなの嫌ですよね。やりにくさも強さの一つなんです。初心者じゃなくて、どんな相手にも対応できなきゃダメなんです。速い相手、遅い相手、大きい相手、小さい相手、よく動く相手、崩れない相手、絶対にいろんな相手に当たるんで、その時に自分のやりたいように打つだけでは全部の相手を攻略するっていうのは難しくなってしまいます。自分の剣道をしつつも、どんな相手かしっかり観察して対応できるように、この技がすでに打てる人はタイミングや入り方、工夫する練習も取り入れてみましょう。はい、いかがだったでしょうか。小手、試合で打てる選手かっこいいですよね。一番動く部位なので、動くから当てづらいとか難しさを感じることもあると思いますが、一番動く部位だからこそ打てるチャンスも多いと思います。他の小手打ちもアップします。楽しんでいただけた方、チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。なるべく伝わるように心がけていますが、伝わりきらない部分はコメントなどお気軽に書いてみてください。ご視聴いただきありがとうございました。それでは。